はい、こんにちは。ブロック注射明けの漁師浜湯です。ちょっとずつは良くなってるんですけどね、まだまだ治らないですね。まあそれはさておき、今回はゲタ網、ゲタ立てって言ってですね、ゲタというお魚を取る網を仕掛けてやっていきたいと思います。夏になるとね、大概やるんですよ。まあやるとこからじゃあ見ていきましょう。レッツゴー。こうだ。はい、というわけで港の方にやってきました。じゃあまずは網をやるシーン、いつものように見ていきましょう。エンジンをかけて、沖に出港していきます。で、今回やりますはゲタ立て、ゲタ網といってですね、まあなんだろうな、ゲタを取るために海の中に網を立てるからゲタ立てとかって言って、まあ、カニ立て、ヒラメ立てなどいろいろありますけど、結局網はねそんな変わらなかったりもしますけど、それを狙って立てるから、まあ、何立てとかって言うんですよ。でカニとか、ゲタはだいたい同じ目のサイズでそんな変わらなかったりするので、まあ、両方ね並行して使えるといった感じで、じゃあまず1枚目の網をやっていきます。で1枚目の網、旗を入れてやり終わりましたら、移動して違うポイントに2枚目の網を同じように入れていきましょう。で2枚ともの網が入ったらこれで、今日の網やりは終了です。それでは明日の朝早くに起きていきます。でははい、じゃあ網がやり終えたところでブレイキングタイムということで、ゲタ立てがどういうものか見ていきましょう。はい、じゃあ説明していきます。でゲタ立てはですね、前日の夜または夜中にこういう感じで網を仕掛けていきます。で僕らのとかだいたい水深15メートルから30メートルで、まあ、500メートルぐらいの網かな。で夕間詰め朝間詰めにこんな感じで、ゲタがねかかります。でマサルさんは多分15メートルぐらいだったら潜っちゃいますね。で正式名称が赤舌ビラメで、舌ビラメの由来は牛の舌のようだかららしいですよ。まあ、ざっくりとこんな感じです。でゲタが腐らないためにも次早く起きます。どうぞ。というわけで朝の5時、港の方にやってきました。それじゃあいつものように尺稼ぎ長靴を、いつもとアングル変えて履いていって、で、ぎっくり腰なんでコルセットをゲチッと締めて、まあ今声入れしてるね、今の段階では結構ね良くなってきて、3週間4週間ぐらいね治るのにかかりました。最初の3週間はもうずっとね酒ばっかり飲んでましたね。じゃあ氷、まあそれで長くなったのかな。じゃあ船にこちら氷を積んで、もう夏でめちゃくちゃ暑いから、もうほんと夏のね暑い中魚を取るのは気を使います。それではエンジンをかけて海の方に出港していきましょう。綺麗な夕日、朝日か眠そうな僕というわけで、15分ぐらいかけてポイントに到着したら、昨日仕掛けた網を上げていきます。果たして魚はかかっているのでしょうか。さあ網を巻いていくんですが、最初のうちは全然魚がねくれどやってきませんが、1匹目から念願のゲタがやってきました。薄っぺらいお魚ですね。まあ多分白ゲタから由来しているものかなと思います。でこちらナマコで渡りガニ、今年渡りガニほんと少ないのと、もうなんだろう、ちょっと痩せてるんですよ。だからおそらく地下じゃない、地面に水面海の底に餌が少ないので、めっちゃね痩せてるっていう感じかなと思います。さあその後も食っていきます。で何の話してたっけな。海面水面で忘れてしまった。まあ分からんわ。食っていきます。でその後もパラパラとねゲタがこのように来てて、ある程度のポイントに行ったらなんかゲタが来るみたいな感じですね。でカニも今年はすごく小さくて小さいカニが多いです。で今8月、僕小入れしてるの8月なんですけど、一向に増えないので、いつになったら取れるのかとちょっと今年は心配の面があります。さあその後もゲタがパラパラとやってきてますね。でこうカニもねこうやってオスメスで、もうこの時期産卵の時期なんで、まあ、正味何回も交尾してるんですよ。だから2人一緒にね上がってくることが多いです。こういう時はラッキーっていう感じででこちら長細いのはゲタじゃないわハモですね。ハモが取れました。で新しく雇った、同級生の太田くんです。これからたびたび出てくることもあると思いますが、まあカメラマンとして雇ったんですが、当然漁にもちゃんとやってもらおうと。でこれはいつものクオリティを上げるためにしっかりレンズをきれいにしているとこですね。でやっぱ僕簡単に食りますけど、実際にその素人の人が食ってみると案外難しいんで、なかなかぎこちなくなってます。それでは網繰りが終了したので、上げて1枚目の網が終了です。
どれだけ取れたかというと、これだけの量の魚が取れて、これを外していきます。1枚は無修正無加工で見ていきましょう。でゲタの口に大概網がかかってて、そこを外してあげると、網の目は大きいので、簡単に抜けました。下ビラメですね。でこちらゴミはちゃんと持って帰って燃えないゴミの日に捨てたいと思います。でこれだけのゲタが取れました。でじゃあ取れたものを見ていきましょう。まずマダイ、ただ夏で死んでしまってちょっと鮮度が悪いです。で下ビラメ、赤ゲタ、赤下ビラメですね。で裏は赤いです。でこちらがグチ、石持ち、正式名称が石持ち、グーグー鳴くから多分グチっていう。でナマコ、ナマコは捨てます。捨てるというか逃がします。でこちら赤エイですね。小さいやつ、海の厄介者です。でこれが謎の貝、名前忘れましたけど、なんかヌメヌメしているローションみたいな貝ですけど、味は美味しいです。でこれがガゾウビラメって言って下ビラメですね。でこれがハモ、カムから来ています。これ冬も美味しいんですよ。実は今が旬って言われてますけど。でこれぐらいのカニがね一番凶暴で、もう通るのがほら危ねえっつって挟まれたらめちゃくちゃ痛いから。で逃がそうと思って水中映像を撮ろうと思って海の中突っ込んだらこの後ですよ。めちゃくちゃ痛かったですね。本当にもうで取ってもらったんですけど血は出てなかったです。爪のこの先でねつまむからめっちゃ痛いんですよ。で氷の中に、ゲタを急いで入れて保冷します。保冷じゃないね、冷却です。そしたら蓋をして、じゃあ移動してもう1枚の網を繰りに行きましょう。ただですね、もう1枚の網少なかったんで、焼却して、取れたのが結局トビエと、こちらエソですね。かまぼこにすると美味しいです。それじゃあダメでしたけど帰りましょう。で港に到着したらエンジンを止めて、取れたゲタさんを並べて見ていきましょう。はい、全部でね28枚ぐらい取れました。なんかね映えないんですよね、サムネ。はい、というわけで帰りましょう。はい、というわけでただいま最速が視力 0.8 なのは本当かな。よいしょっと。はい、改めまして本日こちら赤下ビラメでやっていきたいと思います。で正直もう何回目かわからないんですけど、今回この赤下ビラメを使って僕の大好きなゲタの唐揚げ、これをね作っていきたいと思います。気が向いたら煮付けも作る。それじゃあやっていこう。レッツゴー。でその前にこちら食べられませんに火をつけて米仕掛けておきます。なんとなくこの昆布も入れておきます。でちょっと観察なんですけど、確かにね牛のベロ、タンのような感じで、肉としても美味しそうな感じです。で口はこんな感じ。もう説明がつかないね。見たままこんな感じで、表面はこういう感じで、顔はこんな感じの、鱗はね結構剥がれやすいです。じゃあ鱗剥がしていきましょう。じゃあ今回鱗取るで取っていきましょう。こいつねめちゃくちゃ気持ちいいんですよ、剥がれ方。ほらでこういう感じでねばらつかないし飛ばないので、まな板の上でもやりやすい。で残った端の部分とかはボッとしてで包丁で、残りはきれいに取ってあげるといいです。最初から包丁でもいいですけどね。で鱗が取れたら頭を落とします。ザクッともう斜めに OK。 でこれで頭が落ちました。で返して、お腹周り掃除です。もうね開けなくてもこれぐらいで十分掃除できます。でこことかちょっと切れ込み入れて、でこれ後で洗います。でもう一匹は気が向いたんでちょっと煮付けにしましょう。で煮付けは唐揚げと違って尻尾の方もう全然身がないので、落とします。で次頭の方もしっかりと、落としていきましょう。で同じように出すだけです。これなんだろう、肝臓かな。肝臓とか胃とかですね。これも後で洗うだけ。それとあとは染み込みやすいように切れ込みを適当に入れる。でこれでできた。はい、じゃあ鍋を用意して、深いことは考えずに入れる。でそこへ水少々、みりん、ヘビーユーザー、醤油をいい色まで加えて、で砂糖適量で珍しくいつも忘れる生姜も切って入れておきます。
全然切れてね。で火をかけて放っておきましょう。じゃあ次唐揚げのお準備で、いつもは片栗粉のみなんですけど、なんかね片栗粉だけよりちょっと小麦粉足した方がねなんかいいんで、ちょっと3対1ぐらいで足して入れていきましょう。では小麦粉適量と、こっちも小麦粉ちょっと入れて、さっきの片栗粉です。で混ぜる。大体でいいっす。で次ゲッターは飛ばないようにねしっかりと水気を取ります。OK。でこちらのゲッターを、粉の方に入れます。山盛りつけましょう。この中にもねいっぱい入ってるね。これすごい。これで余分な粉をちょこっと落として OK。 準備は。じゃあ次でっかい鍋を用意して、で昨日かぼちゃの天ぷらに使った中古の油、こちらを注いでいきます。せっかくだからあれは取ろう。天かす。これで美味しいうどんができる。 OK。 そしたら160度ぐらいに温めます。気分です。洗い物しよる時のタイマーが一番困る。ヘイシリ、タイマー止めて。タイマーは停止しています。ありがとう。はい、じゃあ160度くらいになったんで揚げていきます。いいね。炭にはどうにか油をかけていきます。はい、じゃあできたんで揚げていきます。うわうまそう。よいしょ。はい、OK。はい、じゃあお皿に盛って、本当は大根おろしが欲しかったんですけどないんで、もみじおろしとすだち。はい、こちら浜湯特製ゲタ唐揚げ完成で、こちらよいしょ、うまくいった。ゲタの煮付けですね。生姜とタレをかけて、でネギをちょっとのせたら、はい、こちら浜湯特製ゲタの煮付け完成。はい、それじゃあ米も美味しそうに炊けたんでついでいきます。よいしょ。OK。 はい、それでは全ての料理が完成しましたというところで、フライングゴールデンタイム。もう喉の渇きは限界でした。というわけで小鳥。はい、こちら浜湯特製ゲタ定食となります。ゲタの唐揚げにゲタの煮付け、美容を意識して、なんだパイナップルじゃなくてなんかいただきます。小豆島の漁師 YouTuber 浜湯のサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。さっと切り分け器に盛ったら、ドーン。大量の薬味を乗せ盛りにして、ポン酢をぶっかけたらサワラの森の完成。一口食べれば思わず焦点。ギフトにもいかがでしょうか。はい、それじゃあ宴を始めましょうか。いただきます。いや、ちょっとこの手の撮影久しぶりなんで、言葉忘れまくってますけどやっていきましょう。まずはこちらゲタの煮付けですね。めちゃくちゃ美味しそうです。じゃあ煮付けから。味わい抜群。味付けもいいんですけど、もうゲタ自体のうまみ、柔らかさ、ほろほろ感、もう抜群にうまい。米もうまいでこちらゲタの唐揚げ、ちょっとすだちを絞って、うまそう。いただきます。で次ゲタですね。唐揚げやっぱこれだね。唐揚げにするとよりふわふわになるし、うまみも強い。揚げることによってうまみが増してカリカリ、最高に美味しい。でもやっぱこうポン酢をぶっかけて食うんがうまいっすね。一番ポン酢ぶっかけて、すだちにこういう大根おろしじゃないけど、そういうやつ、付属のやつ。やっぱこれぐらいする方がうまいし、米にも抜群になる。こういう煮付けのですね、甘辛いタレ、これをねご飯の上に身と一緒に乗せて、でこれですよ、これをかけ込んでいただくと。めちゃくちゃうまい。今日はうまいしか言えんな。
ゲタ大好物だから面白い。でそれがまたこれに合うんですよ。僕いつもねこうして飲む時多分ねいつもこんなになってるんですけど、こっからこの口からこう口に行こうと思ったらこう、巻いちゃうんでこうなっちゃうんですよね。僕の動画は豆知識です。いやほんとね、舌ビラメって聞いたことあると思う人多いと思うんですけど、赤牛の舌はなかなかないと思うけど、僕はこっちの方がなんか好きなんですよね。若干癖があるんかな、こっちの方が。そこがまたいいっていうかね、人間もただ真面目なだけより若干癖だった方がおもろいじゃないですか。こんな感じで、これキムチ、辛いで、美容のキウイ、キウイは最後で、ビール。いやもうめちゃくちゃ美味しかったです。それではあとはゆるりとごちそうさまでした。はい、皆様本日もご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。赤ゲタの唐揚げに煮付け昼定食ですね。もうめちゃくちゃ美味しかった。見た目はめちゃくちゃ地味だし平べったいし、味は絶品なので皆さんもぜひ試してみてください。でたまに問い合わせのある僕のこの小豆島 T シャツなんですけど、僕が販売してるんじゃなくて地元の組合が販売してるので、概要欄に載せておきますので、もしご興味のある方いましたら問い合わせてみてください。それでは See you next time! バイバイ。